一番うまい料理っていうのがあるんですね。カズ一番でかい。濃厚になるのはうますぎる。はい、おはようございます。村岡正則です。今日はですね、シロギス釣りに来ております。ここは東京湾です。自分はね、12歳ぐらいの時かな。小学生の時、親父とシロギス釣り行って、シロギス釣りにはまって、で釣りにはまってって感じのね、人生だったんですけど、原点の一つっていうのかな、シロギス釣りで、たくさん釣ってきた中で、当然シロギスは釣ったら食べるんですけど、一番うまい料理っていうのがあるんですね。で今回はそれを動画にしたいと思って、まずシロギス釣りに来ました。はい、ということで頑張って釣っていきたいと思います。はい、今日はね、胴付き仕掛けでやりたいと思います。もうシロギス釣りはどんなタックルでも比較的ね釣りやすいんですが、今日はマスレンジャーですね。竿をマスレンジャーにして P の1号に胴付き仕掛けですね。ハリスは1号で、針は7号だったかなぐらいをつけております。餌を青い染めにしました。今は7月、今日30日で、潮が長潮なのでちょっとだけ心配ですけど、タラシの長さは3センチぐらいかな。ちょんがけのいきたいと思います。船だともう投げる必要がないかな。今日ちょっと風もないんで、釣りながらこの辺の海域くんのが今年初なんで釣れるかわかんないんですけど、魚探反応はなんかこの城かな、多分めちゃくちゃいますね。動かない。これはちょっとやっぱ投げます。夜明け。キスフライですか？前回キスフライだったけど、はい、今回は違います。違うの？でもキスフライよりご飯が進む。なんだろう。もうお茶碗20代前半の時は茶碗5杯は言ってたようなすごいですね。記憶が釣った魚と一緒で食べた量も時間とともに増えてくるすごいね、この城。意外とシビアかな。木更津に移動してきました。水深が10メーターぐらいのところからやってみようと思います。3.8 メーター。先週この辺来てめっちゃ釣れました。日中もやってたんだけど、もう有料船たくさん来てたんで、的には間違いないところ。やったー、釣れたー、嬉しい。キスフライを10尾行くの結構難しいじゃん。はい。5匹でいいじゃん。はい。その料理だと10匹ぐらい。1人？ 1人。へえ。じゃあ20言いますね。次1匹釣ったらカメラをこっちに変えるので、身の分の話は自分で釣ってください。わかりました。自給自足。外れた。1匹目が遠い。6時になっちゃう。おお、やったー。ポツだ、本当にポツポツ。今日はこれを拾っていくしかないって感じ。取り方の2匹目です。ちっちゃいけど、普段だったら逃がすサイズだけど、とりあえず切る。はい、ってな感じで、ちょっとなるも釣って
わかりました。自頑張って分の分釣ります。おかず確保しましょう。はい。誰かわかんないけど、なるみちゃんです。完全も釣ってください。録画してなかった。大きい大きい。おお。石持ちかな。あ、違う違う、今。器今です。器立つんだよ。見てほら。ちょっとアテレコでセリフ言ってあげて。セリフ。嫌になっちゃうの。あれ、僕はここで何してるんだろう。お帰りください。よし。いい。で、俺の本当驚きがこの餌を使い倒していくっていうね。その方が数が伸びて、雑巾みたいになった餌が最高だって、要は今の東京湾の最先端の人が言ってた。まあ何でも試してみることが大事ですね。もう多分エキス頼りじゃなくて、誘いで食わしてるんだよね。やっぱこうやって跳ねさせて、であとはもう待ってる時間3から5秒ぐらいで、また跳ねさせて3から5秒ぐらいで、このゼロテンション、こうグラスロッドが曲がんないギリギリの、でも糸は緩まないギリギリの、こうロッドがくぐって入ったところで合わせていくっていう。よし、終わった。すごい。あ、外れた。ギマっぽかった。よいしょ。自分の分取れた。大きさ。あ、いいサイズ、いいサイズ。でかい。釣れました。開かず。一番でかい。競争心ですね。競争心旺盛なのも小学生の特徴ですね。そんなことない。なるみちゃんも釣ったところでちょっと暑さがすげえので、今までやったことないんだけどやってみたかったことを貼って今日はこれが今日は張りようがない。やっぱゴム系の紐と改善ですね。本当だ、当たんないね。浅場と深場どっちがいい？ちょっと場所変えよう。ちょっとずらす。どっちがいい？浅い方。浅い方にいる。正解でした。動いてすぐ食って。水温がすごい。プロが言うんだから間違いない。ああ、飲んなかった。おお、調子上がってきた。楽しい。うん。お。よしよし。オフオフ。11。そして12。やったー。ペース。順調です。もう素晴らしい。やったー。そこに群れがいるね。いいね。よいしょ。14。お、でかい。おお。かかった。よいしょ。全然。いやー、いいサイズ。よし。20匹目。でかい。でかい。やったー。21匹目。さあ、次ラストですよ。はい、22。もう一匹だけしましょう。ね、そうだ。22で終わりっつってんのに餌がついてるから、まあしょうがないなと思って。なんで白毛視点は朝一はやらないんですか？
いや、多分ね、7時出船なのは、電車で来る人が、お、来た来た。電車で来る人がいるからだと思う。やったさあ、優秀に。ー。満足です。ありがとうございます。よし、頑張りましょう。お願いしましょはい。う。では、東京へ向かいます。はい、スタジオに戻ってきました。で、これからシロギス料理を作りたいと思います。23匹かな。もう鮮度バッチリで持って帰ってくれたんで、こいつをね、まずさばいていきたいと思います。さあ、じゃあ鱗取ってきます。甘カさんの鱗取りが、まあ、鱗は何でもいいんですけど、ペットボトルのキャップでもね、まあ、やっぱね、専門品だけあって、シロギスは鱗がめちゃくちゃ多いのと、バンバン飛ぶんですよ。で、だいたいキッチンの壁とか、後であらゆるところについてるっていうのがありがちなんですけど、こいつが超優秀で、全然飛ばないし、取れる力もね、強いんで、バリバリバリって取れるんで、これをまず使って、全部、先に一回取って洗ってってところまでねやっちゃいます。レシピ名は言わないんですか？あ、レシピ名はですね、ちょっと待ってくださいね。レシピ名発表します。突然。はい。レシピ名ははい。ホイル焼きです。ホイル焼き。美味しそう。じゃあ味付けがちょっと肝な感じですね。味付けもう何百回作ってるんで、おお、一番ご飯が進むホイル焼きで、結構何にでも応用できて、カマスがめちゃくちゃ釣れた時とか、カマスも結構水っぽいからさあ何して食おうかって悩ましいところなんだけど、もううちはホイル焼き一択だね、カマスも。それから小サバとか、なんかとりあえずどうやって料理しようかって時にちょっと困ったらもうホイル焼きにしちゃおうかみたいな感じで、何より子供たちの食べっぷりがすごくて、それが一番じゃない、子供がバクバクっていうのは釣り生きがいもあるしね。取れました。はい。1、2、3、4、5、6、7。21匹。21匹です。すごい、めっちゃ綺麗です。鮮度が。鱗20匹総量。すごい。さあ、続いて生を落としていきます。胸びれの下を落として、イスフライとかと一緒で背開きで食べたら美味しいんで、とりあえず20匹分全部で、これを一回洗っちゃいます。ホイル焼きに関してはどっちかな、基本自分はこの血合い骨残しても美味しく食べられるかなと思うんですけど、気になる人はとってもいいかもしれないし、ここに骨があるんですよね、ちょっとだけ。でこれを例えば大きい魚はでも取った方がよりね食感がふわふわで最高に取れるんで、本当に細い骨で火が通ったら全然気にならないぐらいの骨なんで、喉に刺さるってことはないと思うんだよな。自分の場合は全然取らないですね。気になる人は取ってください。あ、ごめんやっぱり尻尾がついてるから三枚おろしの方がいいかもしれない。ついシロギスは背開きにしたくなっちゃうんですよ。釣り人あるあるですよ。皮は引かないで大丈夫な魚なんで。このぐらいのサイズぐらいになると腹骨も取んなくても全然大丈夫です。でも取った方がより美味しいんで。でもさばくのさえ頑張ったら結構簡単にできる感じですか？キスフライよりも。あ、もう全然。そう、
ホイル焼きのいいとこは調理が早い、片付け楽みたいなありがたい。時点で、やっぱ天ぷらとね、キスフライ派が絶対圧倒的多数なんだけど、油の処理とかね、うん。だからやっぱ俺もなんか毎週行ってると、まあ食べ飽きるっていうのもあるけど、片付けとかいろいろ考えると、ホイル焼きにしちゃおうっていう時、なんか10匹ぐらい釣れたとかあるじゃん。ああ、はい。ちょっとだけやったらそんな釣れなくて、5匹だけ釣って帰ってきたみたいな時に、フライやんのってなるとさ、もう5匹だけあげて、その後のね、片付けとかいや、考えると、大変。すごい大変なの。時にこのホイル焼きはめっちゃおすすめです。はい、おー、すごい。入れました。お疲れ様でした。で結構引数が多い時はやっぱ常温だとどんどんそんなに傷みやすい魚ではないとは思うけど、はい。血が少ないんで、それでもやっぱり小さい魚なんか鮮度が落ちるんで、こういうクーラーボックスに出した氷の上にステンレストレーですね、金属のトレーなんか置くともう下がキンキンに冷えるんで、ある程度は鮮度の保持ができる。さばき終わりました。じゃん。すごい。で、あとは他の具材を切っていきます。はい。おすすめは玉ねぎ。絶対必要なの玉ねぎ。で、あとキノコ類あると香りが良くなるので、しめじかえのきですね。はい。はい、使う材料はこれだけかな。はい。そしたら、お腹減ってますか？はい。超減り。超減りで。あ、今できた。あ、できました。で、バター大事なのと、最初に玉ねぎを下に敷くのがとても大事です。もう適当でいいんで。おお、贅沢。贅沢に。すごい。そんなこんなです。超贅沢ですよ。ちょっと塩コショウして、もう食べたい。今食べたらでもサラダだね。きのこ散らして、で、ヘルシーですね。これ以外はね、マヨが出た。マヨネーズはちょっとこう油っ気を出すんで、カマスとか白ギスの時あった方が美味しい。散らします。すごい簡単でも。そうなんだ。食材が揃ってればすごいもうすぐできる。早いのと失敗がないですね。焼きはね。醤油をね3滴でいいんだけど、これで3滴無理が。なんで3滴？香り付けです。香り付け。おお、なるほど。3、4滴で上手に包みます。欲張るとここが閉じなくなっちゃうので、フライパンのサイズの限りは明らかにできますので。起こすハンバーグ方式でね。はい。こう。で、欲張って閉じきれないときは、何でも全然大丈夫です。贅沢です。まあ量はお好みですね。チーズが多いと女性が喜ぶ気がするし、マヨネーズが多いとデブは喜ぶかもしれないし。濃厚になるのはマヨネーズですね。そういうですね。そういう感じですね。さあ、そしたらこれをフライパンでやるんですね。フライパンでやります。並べていきます。ちなみにどうしてもこの辺が開いちゃう場合は、蓋しちゃえばそれはそれで OK です。多分中火。ガスなら中火で10分です。はい。はい、お楽しみに。
です。はい、こんな感じで、ああ、いい感じなんじゃないですか。さあ、シンプルな料理ですが、白リスのホイル焼きでございます。もうこれがうまいのよ。で、コツはやっぱバターで玉ねぎを焦がすことで、はい、そうするとこの茶色いね、この茶色い感じ、これが白リスとあってご飯が止まんないぐらいうまいです。いただきます。よーうん、めちゃくちゃうまい。もうね、子供が絶対好きなんで、ぜひこうフライ系、天ぷら系、油料理もなって人ぜひやってほしいですね。うますぎる。で、まあ火力だけバターと玉ねぎが焦げすぎるとやっぱり焦げ臭くなっちゃうので、そこだけ焦げた匂いがしてきたら火止めるみたいな。最高ですね。いや、なんだっけ、子供で何すんだっけと思ったらひらめいたのが金子さんだった。確かにやってた気がする。やるの絶対。早起き大作戦成功ですね。幸せですね。暗いうちからね、頑張っていただきます、はい、いただきます。うわ、贅沢ですね。ちょっともうご飯とうまい。熱すぎ。おいしいでしょう。これはでも確実にリピ角ですね。やっぱ一人でフライはめんどくさいですし、粉とかパン粉とか油のとか絶対もう一人分って面倒だよね、揚げ物は。超おすすめだからホイルまで包んで、なんか2セット3セット作って保存も効くんで。あ、めっちゃいい。凍らしたことはないけど多分冷凍でも大丈夫だし、いけそう。そのまま焼けばね、ある日は楽じゃない。仕事終わりとかにね、こんなのチンして食べれたら最高。チンしたら危ない、あれね。完食です。美味しかった。でこのね、皿洗いの楽さ、確かにまあちょっとは作んでね、だけどもうさらって終わるから、釣りの後の料理と撤収が楽って点で、我が家では20年白ギス釣りしてて、結局一番の料理だった。そうですね。でもやっぱりキスフライの一発のパンチ力はすごいんだけど、毎週できないよねみたいな。ちなみに視聴者の皆さん、ぜひおすすめの白ギス料理があったらチャレンジしてみたいんで、多少こう想像つく範囲でこう書いて、別にレシピまでいらないけど、こういう料理美味しいですって書いていただければ嬉しいです。締めますよ。大丈夫です。食べてる途中ですが、ということで今回は白ギスのご飯が最も進む料理を紹介する回でした。ありがとうございました。